おかえり、二宮梢です。今日の主役はユニクロで今季購入したこちらのイージーカーゴパンツ。昨年からトレンドアイテムとして見かけるのが裾が絞れる軽量なパンツ。そう、パラシュートパンツですよね。もうワードローブに取り入れてるおしゃれさんが多いのではないでしょうか。私もずーっとこのタイプのパンツを探していて、あっちでしたこっちでしたと繰り返してきたんですが、153センチと身長も低いのでなかなかぴったり履けるものに巡り合えずにいたところ、やだー、ユニクロにあった、私でも履けるのを見つけた。ということで今回はこのイージーカーゴパンツを主役にした着回しコーデをご紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まずは着回しコーデの主役、ユニクロのイージーカーゴパンツを詳しくご紹介します。私が選んだカラーはブラック。オンライン限定丈長めタイプもありますが、私が選んだのは丈標準。サイズはオンライン限定の XS にしました。まずはじめに店頭で S サイズを試着したんです。 S サイズでもいけるっちゃいけたんです。ただウエストの緩さや丈感を見て、これはワンサイズ下でもいいのではと思い、その場でオンラインストアの採寸表記とにらめっこ XS の方がジャストで履けるなと感じたので、後日オンラインで購入しました。153センチ40キロの私が XS サイズを履いて、裾をしっかり絞った状態でこんな感じ。ちなみに裾を絞らず伸ばした状態だと引きずります。そして裾を絞ってもしっかりフルレングスといった感じですので、こんな感じで足の甲が出ないスニーカーなんかで履くのはちょっとバランスが難しいかなという感じです。なので私の場合は足の甲がしっかりと出る少しヒールのあるサンダルで履くか、ペタンコ靴にするにしてもやっぱり肌がしっかり見えるタイプのサンダルと合わせるのがベストです。素材はコットン 75%、 ナイロン 25%。 ナイロンのいわゆるシャカシャカした軽さもありますが、ほんのり柔らかな風合いで肌触りも決して悪くありません。ポケットは左右に、ヒップ側にも1つ、そしてカーゴパンツですのでももの部分には左右にカーゴポケットがついています。ウエストは総ゴムで内側には紐がついていますが、この紐で思いっきり絞れるかというとそういう感じでもなく、補助的についている程度かなと思います。ただ総ゴムなのでね、そのままつるっと履けちゃうイージーパンツです。オープニングで今季のトレンドはパラシュートパンツとワードを出しましたが、ぶっちゃけパラシュートパンツとカーゴパンツって何が違うの？思ったことありません？パラシュートパンツというのは空軍のパラシュート部隊が履いていたパンツで、動きやすさのためにゆったりとしたフォルムであることや、風が入らないように裾口が絞れるようになっているのが特徴です。カーゴパンツが元になっているので、このパンツもカーゴパンツと商品名にありますが、形や作りはパラシュートパンツとほぼ同じ感じですよね。ヒップ周りは全体的にかなりゆったりとしたシルエットですので、オンラインストアでもワンサイズ下げて購入されたというレビューが多く見られました。ここはどういうシルエットで履きたいかによってサイズ選びも変わってくると思いますので、ぜひ前後のサイズでいくつか試着されることをおすすめします。カラー展開はこのブラックの他にナチュラルとオリーブ、この動画が出る頃にはもう販売されてるから、新色のベージュも出るようです。私はオリーブと迷ったんですが、トップスにミリタリーアイテムを着用することも多い私は今回ブラックを選びました。このパンツでさすがユニクロだと感心したのが、そう、こちら裾の部分です。裾絞り用のゴム紐が裾からダラーンと出ちゃうので邪魔じゃないですか。でも見てこれ、こんな風に内側にしっかりと紐が落ちてこない工夫がされていて、ほんとユニクロって機能性もバッチリなんだよなと改めてコスパの良さに驚かされた部分です。前置きというか説明が長くなってしまいましたが、肝心のコーデの方に行きましょうね。まずは冒頭からずっと着ているのは、先日の白 T 動画でもご紹介したユニクロのミニ T。 カラーはホワイト、サイズは M サイズを着用しています。すでに5月末には値下げされていたので、もしまだ残っていればですが、今は1000円以下で買えちゃうアイテムです。超絶シンプルな組み合わせながら、どちらも Y2K のトレンドを感じさせるアイテムなので、私たちアラフォーからするとなんだか懐かしいシルエットでもありますよね。オーバーサイズシルエットが長らくトレンドだったので、こんなにピッタピタなミニ T を着ることなんてもう二度とやってこないのではと思っていたけど、通常サイズよりワンサイズ上げれば意外と着られちゃったのと、何よりいいのはこういうゆったりワイドのシルエットのボトムスを履くときには上半身はなるべくコンパクトにまとめたいので、これ以上ないってくらいジャストシルエットだし、ウエスト位置も高く見せられるのがありがたいということで、まず1コーデ目はこんな感じにしてみました。さすがにミニ T を知りたいという方は、ゆったりシルエットのトップスでバランスや着こなしさえ間違いなければ大丈夫。こちらも先日の動画でご紹介済み、ユアーズのボートネックワイドトップス、カラーはホワイト、サイズを S を着用しています。ポリエステル 80%、 レーヨン 20% のつるっとした生地表面が気持ちよく、身幅が S サイズでもぐるりと一周110センチ以上ありますので、かなりゆったりとしたシルエットで着られるトップスです。トップスもボトムスもボディラインを拾わないゆったりシルエットは楽ちんで着やすいし、アラフォー以上にはありがたいシルエットなんですが、でもやっぱり体型を隠したくて選んでる感が出ちゃった
やぼったさも拭えず、そんな時はただガバッと服を着たままではなく、着こなし方を調整していきましょう。まずは袖回り。私は肘が見えるぐらいまでロールアップするくらいのバランスの方が綺麗に着こなせるので、立つほどロールアップしています。次に首回り、顔回り、ボートネックになっているので、しっかり上まで詰まった印象になりますよね。こういう時はアクセサリーでバランスをとっていきます。まずは首に沿うぐらいの短めのチョーカーで視線を上に。ただそれだけじゃなく縦長ラインも作りたいので、長めのネックレスも重ねます。逆に耳元は肩につくぐらいの大ぶりのものをするのはバランスを崩します。このトップスのデザインなら少し小ぶりのものでまとめるぐらいで OK。 手元は重たくなりすぎない程度にまとめて最終調整を。どう？ジュエリー類はこちらの動画でまとめてご紹介済みです。ぜひそちらで細かくチェックしていただければと思いますが、シンプルスタイルにこそジュエリーアクセサリーの存在は大きく影響しますので、上手にアレンジしながら活用できるといいですよね。さあお次はスリーブコンシャスな T シャツと合わせてみました。今季のものではなくごめんなさいなんですが、ちょうど1年ぐらい前に購入したフィーリーのタックスリーブ T シャツ。去年のこちらの動画で色違いのホワイトも合わせてご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。よく私の動画をご覧いただいている方はお分かりになると思いますが、私が袖にこれだけボリュームのあるトップスを着るのは珍しいんですよね。下手すると可愛らしくなりすぎるディテールって私の好みではないんです。ただこのフィーリーのトップスはディテールが絶妙で、しっかりネックラインに沿う詰まりのある首元や超コンパクトな着丈、そしてこの形をカットソーというカジュアルなアイテムで仕上げるというバランス感、最高です。適度に張り感があってシルエットをしっかりと保ってくれるのも好きなところ。甘くなりすぎず着られるので今年も活躍してくれそうです。今回のスタイリングでこのトップスを合わせた理由は、パンツのゆったりシルエットとマッチしすぎて重たくなりすぎないところ、トップスでボリュームがある部分が袖のみで、あとはギュギュッとコンパクトにまとまっていて、トップスとボトムスがお互いのボリューム感を助長させすぎず良いバランスを保ってくれます。カーゴパンツはどうしてもメンズライクな印象が強いアイテムですので、逆に女性らしいディテールを持つアイテムと組み合わせるのもバランス感を整える秘訣。あとはやっぱりジュエリーでバランスを整えてあげれば完成です。同じショート丈のトップスでも襟付きのシャツに変えるだけで印象も変わります。トップスはドゥーズ M クラスで昨年の秋冬に購入したクロップドシャツを合わせています。カラーはホワイト S を着用しています。昨年購入したものですが、大まかなサイズ感や素材などは同じまま、今年はボタンダウンにマイナーチェンジをして発売されているものですので、ぜひ気になる方はチェックしてみてくださいね。クロップド丈といっても超短め丈ではなく、大人世代でもインナーさえチラ見えしても大丈夫なものを合わせていれば安心して着られる一枚です。着丈は短めで、その分袖にボリュームがあり、でも襟は小さめに作られていて、一見普通のシャツなのにディテールにこだわりが感じられ、今っぽさをまとえる一枚かなと思います。今っぽさがしっかり詰まっているのに、生地はイギリス王室御用達の老舗シャツ生地メーカートーマス・メソンの生地が使われていて、とっても上質な一枚です。長袖になるともう暑くないと思うかもしれませんが、身幅も程よくゆとりがあり、風が抜けてくれるバランスではあるのと、暑くなればなるほど冷房がきつくなってくる時期でもあるので、このぐらいがちょうどいいのかもしれません。今回のスタイリングはカジュアルでアクティブな印象を持つボトムスにきちんと感のある襟付きシャツを合わせることで上下対照的な部分を作ったのがポイントです。同じシャツタイプのトップスでももっとラフな感じで着るならこんな感じはいかがでしょう。昨年フィグスさんとコラボで作らせていただいたドロストオーバーシャツブラウス、カラーはブラックサイズ M を着用しています。ワンサイズのみの展開のアイテムです。先ほどのシャツと違うところは前焼きではなく、かぶりで着用するスキッパータイプの1枚です。袖はドロップショルダーになっていて、そのまま着ると肘がすっぽり隠れるぐらいの丈感ですが、ロールアップして着用するのがお気に入り。このシャツをスタイリングしたのはコラボ商品で宣伝したかったからではなくて、裾をドロストコードで絞れるようになっているから。このタイプのパンツを着用するときに一番難しいのが上下のボリュームのバランス、腰回りの見せ方だと思うんです。特にこのパンツはイージーと名の付いている通り、ウエスト部分が総ゴムなんですよね。総ゴムは楽ちんでありがたいんだけど、このゴムの見栄えって決しておしゃれだわっていうものではなく、やっぱり一気にカジュアル度が上がりすぎるので、そこの見せ方はとっても重要だなと思っています。そんな時裾の部分を調整できるようなこんなタイプのシャツであればうまくカバーしながら、しかも着丈の調整も自分のバランスに合わせてできちゃうので、もってこいのアイテムかなと思います。まだ今年も購入できるようになっていますので、気になる方はチェックしてみてね。オールブラックコーデ続きます。なんかごめんなさいね。今日はモノトーンコーデ特集ではないんだけど、今年の春夏はまたモノトーン熱再燃中の二宮です。トップスに合わせたのはブラステで今季購入しましたシアーカーディガン、カラーはブラック、サイズは S を着用しています。私やそろそろ捕まりたいの。
聞こえてまいります。そうなんです。マジでシアートップスはハマりすぎなぐらいハマっています。だってやっぱり抜け感最高なんだもん。ということで今回購入したこちらは珍しくカーディガンタイプを選んでみました。気に入ったポイントはポケットがついていて、このデザインもめっちゃ可愛いところ。ボディ部分の素材はレーヨン 75%、ポリエステル 25% の混合素材になっています。程よく張り感と光沢感があります。ボタンはシェルなのかな。こちらも光沢感があってとっても綺麗です。カーディガンといえばおそらく今まで一度は着たことがあるんじゃないかしら。ユニクロの UV カットクルーネックカーディガン、この辺りを合わせたくなりませんか？私が愛用しているのはブラックの S サイズ。ちょっとどちらもブラックで動画では分かりにくいかもしれませんが比較します。クルーネックカーディガンがダメと言いたいわけではありません。別に合わないわけでもないですし、でもシアーな質感があるだけでおしゃれさが増す感じもお分かりいただけるでしょうか。カーディガンってとっても便利なアイテムで誰もが着られるからこそ、なんかとりあえず羽織っちゃったんだな感が出ちゃうと一気に老け見えするアイテムでもあるので要注意。そこを手っ取り早く解決してくれるという意味でも今年こそシアー素材おすすめです。インナーにはこちらももはや私の定番になりつつありますね。グンゼのブラトップ、今回はブラックを着用しています。さあここからは怒涛のノースリーブトップ3連チャン。まずはじめに合わせたのは今季 AP ステュディオで購入したリネンノースリーブニット。カラーはグレー、サイズはフリーサイズになります。カラー展開は明度の違うグレーが2色ありましたが、私は暗めのトーンのグレーを選びました。ノースリーブトップスと言いました。フロントから見ると肩周りはしっかりと隠れるぐらいのシルエットになっていますので、大人世代でも着やすいアイテムかなと思います。素材はリネン 100% ですが、ガサガサと引っかかりのあるような素材感ではなく、ほんのりツヤ感もあるので高級感にプラスして清涼感もたっぷりな1枚です。もともと着丈は前後差があり、そのまま全てタックアウトするとかなり長めの作りなので、私はフロントのみタックインしてバランスを取ります。高身長の方や高めのヒールを履いてバランスが取れているのであれば、全部タックアウトしてもかっこいいと思います。それこそ腕がほぼ露出されるデザインだからこそバランスが取れる着丈かなと思うので、この辺りは合わせる靴やご自身のボディバランスに合わせて調整していただければと思います。私は今回ペタンコサンダルに合わせてラフに合わせたかったので、こちらも今季購入したイルサンダルオブカプリのトーリング付きのサンダルを合わせてみました。パンツとニットの素材感の違いがコーディネートに奥行きを出してくれますし、リネンの清涼感が感じられる真夏にもぴったりなスタイリングです。こんな感じの前足タイプのジレにチェンジするだけでも印象変わりますよね。トップスに合わせたのは今季のものではありません。去年ノーブルで購入した 2way ロングニットジレ。今回はボタンがついた側をフロントに着用していますが、逆側をフロントにして着用することもできる 2way タイプのジレです。ポリエステルとレーヨンで構成された生地で程よく厚みがあり、落ち感をきれいに作ってくれるので、縦長ラインを強調してくれるからボリューム感の出やすいボトムスと合わせても相性が良く、ヒップ周り腰周りをうまく隠したいという大人世代の方は多いと思うので、こんなジレタイプのトップスをうまく活用するのもおすすめです。画面に開いた V ネックをそのまま活かして1枚で着ちゃうというありですが、私ね特に上半身が痩せ型なので出せないの。カリッカリなんですよ。カリッカリ。インナーにはユアーズさんとのコラボアイテム、ラウンドネックシンプルタンクトップ、カラーはグレー、サイズは S を着用しています。このタンクトップはこれまでの動画でもたくさん紹介してきていますので、ぜひ過去の動画をご参照ください。私の場合には胸元がカリカリすぎて出せないというのはコンプレックスと言っていいのかただの事実なんですけど、コンプレックスがある部分に関してはファッションでは2択だと思っています。うまい隠し方を覚える、もしくは逆にうまい出し方を覚える。私の場合うまい出し方を模索したものの、どうにもこうにも胸の見え方とかは自分ではどうにもできなくて、この部分があらわになるだけで一気に老けて見えるので、胸元はうまく隠すという方法をとっています。個々に体型のお悩みなども違うと思いますので、一概には言えませんし、隠すことに一生懸命になりすぎて気づいたらおばさん臭い、やぼったくなっているってことも多々あること、そして他人から見たら別にそこまで悩むことっていう見方もありますしね。これって永遠のテーマかもしれません。とにかく自分の強みと弱みをしっかり理解することがファッションでも大事だし、日々向き合うことで弱みを強みに変えられたら最強ですよね。こちらが最後のスタイリングになります。いや、こんなもん真似できんわ言われそうですが、でもやっぱり私らしい最高に好きなスタイリングなのでご紹介させてください。コルピエロのテーラードジレを合わせてみました。今季ウィムガーセットで購入したものがこれ7万円以上するものですし、もうおそらくほぼ売り切れているのかなという感じですので、今季こういったジレはかなりたくさん発売されていると思います。ユニクロもラベルのついたロングジレ出してましたよね。ということでぜひスタイリングの参考としてご覧いただければと思います。先ほどご紹介し
ニット編みのロングジレと圧倒的に違う点はやはりラベルのついたテーラードタイプだということ。そして素材感です。さらっと普段着として羽織るという感じではなく、かっちりしたジャケットの袖がただなくなっただけというようなデザインや仕立てのジレなので、がっつりおしゃれ着としてこのパンツを着こなしたいという時にはこんな感じでまとめるのはいかがというご提案。インナーには先ほどと同じくユアーズさんとのコラボアイテム、ダウンドネックシンプルタンクトップ、カラーはブラックにチェンジ、サイズは同じく S を着用しています。せめてインナーもタンクトップで腕丸出しではなく T シャツとかだねっていう方にはぜひきれいめで首の詰まりもしっかりとしたタイプのジャストサイズの T シャツを合わせてほしいので、私がチョイスするならこちらユニクロ U クルーネック T、 カラーはホワイト、サイズは S を合わせてみました。1コーデ目にご紹介したミニ T でもいいんじゃないと言いたいところですが、このタイプのジレに合わせるならミニ T だと袖が短すぎる気がしますので、こちらがおすすめ。逆に5分袖ぐらいあるものであればぴったりフィット感のあるものに合わせるといいかも。こちらはユニクロのリブクルーネック T、 カラーはオフホワイト、サイズは S を着用しています。 T シャツのカラーはブラックに変えてもキャメル系でもいけると思いますし、この辺りはお好みに合わせてアレンジしてみてくださいね。ということで今回はユニクロのイージーカーゴパンツの着回しコーデをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。私はひとまずブラックを購入しましたが、冒頭でもお話しした通り新色が追加されて全部で4色展開になりましたし、153センチの私でも XS サイズであれば丈感も申し分なく履けましたし、 3XL までのサイズ展開がありますのでぴったりのサイズ感のものが見つかるんじゃないのかなと思います。私もやっぱりオリーブ買い足そうか悩み中です。いつもユニクロに限らずお伝えしていますが、トレンドのものこそコスパはしっかりと重視したいところですので、これだけサイズ展開もあって店舗が多くて試着もしやすい、なおかつ機能性にも優れてめっちゃお手頃価格、ユニクロで手に入るなら他で手が出せないアイテムでもトライしてみる価値はありそうです。ということで今日はこの辺で、いつも最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。みなみなこせがお送りしました。また